はいどうも M クライズです。塗装前のマスキング作業苦手とされる方も非常に多いかと思われます。せっかくマスキングしたのに隙間から塗料が入り込んでしまって失敗してしまったといった経験をされている方非常に多いかと思われます。今回はこれがあると苦手なマスキングも得意になれる神アイテム3選を紹介していきたいと思います。ぜひこの動画最後までご覧いただきましてマスキングが苦手とする方はぜひ活用していただければと思います。ということでマスキングに役立つ神アイテム3選、まず1つ目はこちらです。こちらガラスマットになります。今こちら私が使用しているガラスマットですが、100円ショップで売っているスマホ用のガラスフィルムをこちら通常のカッティングマットに貼り付けて使用しています。これでも十分に通常のガラスマットと同じように使うことができます。通常のプラモデル用のガラスマットも販売はされているんですが、こちら費用がだいたい2000円から3000円ぐらいします。しかし今こちら私が使っているこのガラスマットですと、ガラスフィルムこちらですね、こちらで100円になりまして、また100円ショップでもこちらカッティングマットの方売っておりますので、両方合わせても200円から500円の範囲内に抑えることができます。ではここからマスキング作業においてガラスマットが優れているポイントを説明していきたいと思います。こちらマスキングテープをカットしていく際にですね、こちらガラスマット非常に役に立つんですが、こちらガラスフィルムでマスキングテープをカットした場合と、この部分ガラスマットが敷いていない部分でもマスキングテープのカットを行っていきます。ではそれぞれマスキングテープをカットしていきます。ではそれぞれマスキングテープカットできましたので、まずはこちらガラスフィルムが貼っていないマスキングテープから見ていきます。こちらガラスフィルムが貼っていない方で切ったマスキングテープになります。こちらカメラで伝わるかちょっとわからないんですが、カット面が少しよれてしまっているのがわかるかと思います。このよれがマスキングを行ったのに塗料がはみ出してしまう原因になります。次にガラスフィルムで切った方のマスキングテープを見ていきます。はい、こちらガラスフィルムで切った方のマスキングテープです。こちらテープ全体によれがなくてしっかりと断面が直角に切れているのがわかるかと思います。これを使うことによってマスキングの失敗を減らすことができます。またガラスフィルムを使うことによるメリットですがもう一つありまして、それがマスキングテープの粘着力を下げないといったところにあります。こちら通常のカッティングマットでマスキングテープを切ってしまうと剥がした時にマスキングテープの粘着力がどうしても落ちてしまいます。しかしガラスフィルムの方でマスキングテープをカットするとその粘着力の低下をなくすことができまして、マスキング作業の失敗防止につながります。では次にマスキング作業に役立つ神アイテム3選、2つ目の紹介になりますが、2つ目はこちらになります。はい、こちらサークルカッターになります。こちらどのように使うかと言いますと、裏面にこのようにカッターの刃がついておりまして、これをぐるっと回すことによってパーツであったりマスキングテープを円形にカットすることができます。このサークルカッターを使うことによってこのパーツのここの丸い部分ですね、ここであったりこの非常に小さな丸の部分、ここのマスキング作業に非常に役立っていることができます。では実際に丸のマスキングテープの方を切り出していきたいと思います。こちら透明で非常に見えにくいんですがメモリがついておりますので、メモリに合わせてこのように機器をセットすることによってその設定通りの大きさの円にカットすることができます。はい、マスキングテープの上にこの機械をセットしてこれをぐるっと回してあげます。はい、これでこのように丸い形にマスキングテープをカットすることができました。先ほど切ったこちらのマスキングテープをパーツにこのように貼り付けていきます。はい、どうでしょうか。このように丸い部分のマスキング作業が完了しました。先ほどのこの機械を使うことによって非常にスムーズにマスキングを行うことができます。また今回は切り出した丸いマスキングテープをパーツに貼り付けて使用しましたが、このように残った部分のマスキングですね、この残った部分もパーツに合わせてあげることによってマスキングを行うことができます。それでは最後、マスキング作業に役立つ神アイテム3選、最後の一つはこちらになります。こちらオイルドロッパーボトルですね。こちらも100円ショップの商品になりまして、ダイソーであったりセリアにも販売されています。
私が使用しているものはこちらセリアのオイルドロッパーボトルになります。こちらのグッズ紹介する前にお話しさせていただきたいんですが、先ほどこちらの丸いパーツですね、こちらの方マスキングを行いましたが、今回は丸ではなくてこのパーツの奥まったこの部分ですね、この部分のマスキング、皆さんどのようにしているでしょうか。小さく切ったマスキングテープを貼ってもいいのですが、ここで便利なアイテムがありまして、それがこちらです。こちらマスキングゾルになります。こちらはパーツに塗って乾燥させることによってマスキングテープと同じように塗り分け作業を行うことができるものになるんですが、こちらマスキングゾル、中身の方を見ていきますと、こちらブラシちょっとサイズが大きいんですよね。これで小さいパーツにマスキングしようとすると、どうしてもはみ出てしまう部分が多く発生してしまいます。ここで登場するのが先ほど紹介しましたオイルドロッパーボトルになります。今私が使用しているのはこんな状態ですね。このオイルドロッパーボトルの中にこのマスキングゾルを入れて使用しています。ではこれを使って実際にマスキング作業の方をお見せしていきたいと思います。このオイルドロッパーボトルのいいところは、これ先端がニードルがついておりますので、非常に細かい箇所のマスキング作業に適しています。このようにマスキングゾルを出して、このままニードルを先端を使って出てきたマスキングゾルを広げてあげることもできます。はい、どうでしょうか。今マスキング作業を行いましたが、非常にスムーズにできたかと思います。これを使うことによって、皆さん苦手意識の高い非常に細かい箇所のマスキング作業っていうのが素早く的確にできるようになるといったところがポイントになります。はい、ということでここまでマスキング作業に役立つ紙アイテム3選ご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。この3つの道具を駆使することによって、皆さん苦手とする方も多いであろうマスキング作業っていうのが、失敗なく行うことができるようになるかと思います。また今回紹介した商品の中には100円ショップに売っているものも多くありますので、皆さんぜひ一度100円ショップに足を運んでいただいて、こちらの方ご購入していただければと思います。最後にこちらのチャンネルでは今後もこういったプラモデルに役立つ便利グッズの紹介の方適宜行っていきたいと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。以上 M クライズでした。